皆さん、こんにちは。今回はホットトイズから発売されたテレビマスターピーススター・ウォーズ・クローン・ウォーズ6分の1スケールフィギュアオビワン・ケノービを紹介します。このフィギュアは人気アニメーションシリーズスター・ウォーズ・クローン・ウォーズに登場するマンダロリアンアーマーを着たオビワン・ケノービを再現したものです。外箱にはマンダロリアンアーマーを装着したオビワン・ケノービが描かれています。でもヘルメットをかぶっていたら誰だか分かりませんよね。デスウォッチの兵士だと言っても間違いではなさそうです。右上にはホットトイズエクスクルーシブのシールがキラキラと光っています。このフィギュアは世界で2000体限定販売のアイテムです。それだけでもワクワクしますね。なお、この動画ではこのフィギュアのコスチュームやストーリーに関するネタバレが含まれます。クローンウォーズにおけるポカターン・クライズやダースモールとの重要な関わりがあります。ポカターン・クライズやダースモールの開封レビュー動画もあります。概要欄にリンクを貼っておきますので、この動画の後にぜひご覧ください。なお、ネタバレをまだ聞きたくないという方は音声と字幕をオフにしてご覧ください。では、開封していきましょう。中蓋はヘルメットをかぶった状態のオビワン・ケノービと素顔のオビワン・ケノービが描かれています。中にはしっかりと梱包されたフィギュアが入っています。標準ではヘルメットをかぶった状態です。赤い塗装が特徴的ですね。この赤いペイントはダースモールの赤を表しています。ヘルメットの模様をよく見るとダースモールの顔が思い浮かびませんか？どのパーツも細かく再現されています。質感の再現度も高いですね。細部までこだわった造形と塗装が素晴らしいですね。マンダロリアンの特徴的なアーマーが再現されています。着用しているインナーにもこだわりを感じます。それぞれのパーツがホットトイズの技術力を伝えてきているようです。各パーツを細かく見ていきましょう。ヘルメットは標準的なマンダロリアンのヘルメットの作りです。しかし、ペイントでキャラクターや所属しているグループを主張しています。特徴的な形状であり、T バイザーとも呼ばれています。T 字型バイザーはマクロバイノキュラービュープレートとも呼ばれています。額の模様や横にある模様はまさにダースモールを表現しています。細かいパーツも再現されています。後頭部の造形も細かく再現されています。胸の部分も赤くペイントされていますが、ダメージ加工が戦闘員であることを表現しています。チェストプレートは各部が独立している分割型アーマーで、戦闘時の動作を邪魔しないようになっています。プレートの場所によって戦闘での塗装のダメージ加工の変化がリアルに表現されています。チェストプレートの中央部分はカルタの形になっていて、マンドア語で心臓を意味します。背中もプレートがついています。あっさりした作りになっていますが、通常はここにジェットパックを装着させます。何もないシンプルな状態でさえも重厚感が伝わってきます。肩のプレートは独立しています。そのため、肩の可動にはほぼ干渉しません。このプレートもウェザリング加工がなされています。多くダメージを受けるであろう部分にウェザリング加工がされています。何かがこすった後のようです。袖の縫製も丁寧にされています。衣装は三重になっていて、アーマーの下には黒い布の衣装を着用しています。アーマーが装着している黒い部分は通電式衝撃拡散ベストと思われます。アーマーが戦闘中にバラバラにならないようにしっかりとしたベストになっているのでしょう。そこから強化された2層式のフライトスーツの袖が出ていて、半袖状になっています。そこからさらに袖が出ていて手首まで覆ってます。そのせいかやたらと胴体が膨らんで見えます。腕にはマンダロリアンバンブレイスが装着されています。マンダロリアン特有の武器が仕込まれています。戦闘時に素早く対応できる仕組みになっているようです。標準でついているハンドパーツは力強く握られた手です。右肩も同様のプレートが装着されています。同じくウェザリング加工がされています。左肩と異なり表面にもどこかにこすった跡がついてます。
激しい戦闘があったことが想像できます。インナーや袖の状態も左腕同様の構造になっています。布で丁寧に再現されています。縫製もしっかりしています。袖の構造は左右同じです。布であっても戦闘によるダメージから身を守ってくれそうです。右腕にもマンダロリアンバンブレイスが装着されています。形状が左腕のものとは違っているのがわかると思います。装備されている装置や武器などが両腕で別のものであることがわかります。マンダロリアンがジェダイの能力に対抗すべく設計した装備品です。マンダロリアンバンブレイスにはグラップリングフックや火炎放射器などの武器が装備されています。ユーティリティベルトも細かく再現されていて、あらゆるシーンに対応できるように収納がついています。前面に収納が並んでついています。今回のマンダロリアンアーマーの収納はジャンゴフェットのベルトと同じ形状をしています。こちらも前面に収納が並んでついています。他のマンダロリアンにはない珍しいデザインです。背中側には収納はありません。一つ一つ丁寧に作り込まれています。キャラクターによってさまざまな形状のベルトがあります。ボカターンクライズ、アックスオブス、コスカリーブスは両脇に収納があるような形状をしています。それぞれの開封レビュー動画があります。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。残念なのは人口比較であることです。時間が経つとボロボロになってしまう場合があります。コレクターとしてはずっと変わらない状態で飾りたいですよね。桃にはレッグホルスターを装着しています。よくある腰から下げるタイプのものではなく、固めの装備になります。ここに銃を収めることができます。しっかりとした作りになっています。膝には膝当てが装着されています。膝当ての側面にはニーパッドロケットダーツランチャーが装備されています。ここからロケットダーツを発射させることができます。鈍く光るランチャーはマンダロリアンの攻撃の多彩なバリエーションを伝えているようです。ブーツは重厚な作りでジャンゴフェットの磁気ブーツに似ています。爪当てもしっかりとしていて敵の攻撃から足を守ってくれます。しっかりとした作りであってもフィギュアとしての稼働の自由度を損なわない作りになっています。足元であっても細かく造形が施されています。アクセサリーの紹介です。武器にウェスター35ブラスターピストルが2丁付属しています。左右のレッグホルスターに差し込むことで装備することができます。見た感じでは緩く抜け落ちそうに見えます。しかし、しっかりとホールドされていて抜け落ちる心配はありません。機動的に取り出しやすい場所に装備されています。空中戦でも扱いやすい装備になっています。マンダロリアンには必須の武器です。差し替え用ハンドパーツを交換することで手に持たせることができます。ハンドパーツは左右ともに付属しています。2丁同時に持たせることができます。ウェスター35ブラスターピストルは銀河共和国の衰退期にコンコーディアンクレセントテクノロジーズ社が製造したブラスターピストルです。ウェスター35ブラスターピストルは高精度のバレルに速射モードで目標を素早く正確に捉えることができます。マグネティックグリップの機能があり、磁気を利用して手にしっかりとフィットするようになっています。これにより射撃時の安定性が向上し、より正確な射撃が可能になります。フラッシュサプレッサーが装着されていて、
発射時に発生する発火炎を抑制する役割を持っています。これにより車種の視界を確保し、敵に発射位置を特定されにくくする効果があります。トリガーは感圧トリガーが採用されています。またベスター35ブラスターピストルは訓練用に殺傷能力を抑えた低出力のブラスタービームを発射することができます。このブラスターは惑星マンダロアで広く普及していました。差し替え用ハンドパーツにはハンドシグナルを表現するパーツも用意されています。まるでいいねと言いたげなハンドパーツ。少し手に余裕がありますね。実はライトセーバーを持たせることもできます。残念ながらこの形のハンドパーツは右手しか付属していません。左手のハンドパーツは緩く開いたジェスチャーハンドパーツです。何かを表現しているような手ですね。武器や位置でさまざまな表情を持たせることができそうです。ライトセーバーに手を添えたり、そっと持っているようにすることもできます。ライトセーバーは2本付属しています。LED ライトアップ機能付きとライトアップ機能が付いていないライトセーバーが付属しています。こちらはライトアップ機能が付いていないライトセーバーです。オフ状態で持たせてみたり、後陣パーツをつけて飾り付けすることができます。ライトセーバーも造形が細部にわたり再現されています。これだけ見ても再現度のこだわりを感じます。今にも音を立てて後陣が出てきそうです。それでは LED ライトアップ機能付きのライトセーバーを持たせてみましょう。まずは右手のハンドパーツとマンダロリアンバンブレイスを外します。LED ライトアップ機能付きのライトセーバーにはケーブルがついてます。ケーブルの先端をマンダロリアンバンブレイスに通します。これによってケーブルがライトセーバーから直接垂れ下がって見えないように隠します。腕にマンダロリアンバンブレイスを差し込みます。差し替え用ハンドパーツにライトセーバーを持たせます。あ、折れたのではなく接続部が外れただけでした。気を取り直してライトセーバーを持たせてハンドパーツを腕につけます。ケーブルの位置に注意しましょう。続いて台座を組み立てます。支柱を台に差し込みます。これが LED ライトアップ機能のためのコントロールパネルです。コントロールパネルに付属のクリップを取り付けます。クリップを台座の支柱にはめ込むことができます。フィギュア本体を台座に立たせます。ライトセーバーからのケーブルをコントロールパネルに接続します。コントロールパネルに USB-C で給電します。コントロールパネルの側面にあるスイッチを入れます。するとライトセーバーの LED ライトアップ機能が光り輝きます。後陣パーツを取り付けて完成です。コントロールパネルを台座に取り付けない場合を説明します。台座につける時のクリップを外します。もう一つの付属のクリップを取り付けます。フィギュア本体背面のベルト部分に取り付けることができます。ライトアップされるとフィギュアのグレードがさらに高まった印象がありますね。後陣パーツはライトセーバーを振った時のイメージのものがあります。左手にライトセーバーを持たせることはできませんが、ウェスター35ブラスターピストルを持たせることができます。スター・ウォーズのエピソード3でグリーバス将軍にピストルを撃つシーンがあります。その時オビワン・ケノービはこんなものを使うとはと言ってます。ブラスターピストルを使用することに否定的な発言をしていました。しかし今回のマンダロリアンアーマーを着用するクローンウォーズでは躊躇なく使用してます。では素顔パーツをつけましょう。まずはヘルメットを取り外します。今回はボールジョイントではなく透明のアタッチメントがついています。首についている筒状の布を取り除きます。
素顔パーツの中には視線を変えることができるようになってます。透明のジョイントは四角いので方向に気をつけて素顔パーツを差し込みます。とてもよくできた素顔パーツではないでしょうか。どこから見てもオビワン・ケノービです。髪もまるで本物のように感じます。特徴的な額も細部にわたって再現されています。生え際も綺麗です。分け目もそこから流れるようにセットされた髪も素敵です。髪の毛の流れるような曲線も滑らかです。襟足も注意深く再現されています。眉毛の凛々しさや角度もオビワン・ケノービそのものです。目もまるで見つめられているように感じます。透き通った瞳は潤いすら感じます。鼻筋もきれいに通ってます。肌感もオビワン・ケノービそのものです。耳はそれぞれ人によって特徴的です。指紋のように個人を特定できるほど人によって形が異なります。顔が似ているだけでは再現してるとは言えないでしょう。耳もとても特徴を捉えてます。エピソードによって変化するヒゲも忠実に再現されています。まるで一本一本生えているのではないかと感じるほどです。ヒゲの下には上唇も再現されています。見えないほどの場所も細かく再現されています。襟の部分も丁寧に仕上げてあります。ヘルメットをかぶっている時はまるで見えません。素顔パーツの時ならではですね。マンダロリアンといえばジェットパックです。磁石で背中に取り付けることができます。特徴的なデザインですね。上部にはロケットが造形されています。ただし今回は取れません。少し残念ですね。ジェットパック用エフェクトパーツも付属しません。ジェット噴射を再現したい場合は他のフィギュアから持ってくる必要がありそうです。今回の素顔パーツは眼球可動ギミックで視線を変更できるようになっています。首の部分から覗くと両目のコントロールキーが見えます。専用のツールを使ってコントロールキーを動かすことができます。視線を変えることでフィギュアの表情が大きく変わりますね。目の位置を調整することでよりリアルな表情を作り出すことができます。いかがでしたでしょうか。この物語はクローンウォーズシーズン5第1話のダースモールとオビワン・ケノービのエピソードに始まります。第14話でデスウォッチにダースモールとサバージオプレスが救出されたところから物語が大きく変わっていきます。オビワン・ケノービへの復讐心に燃えるダースモールはデスウォッチを騙してオビワン・ケノービを罠にかけます。このアーマーはオビワン・ケノービがサンダーリに乗り込んだ時にデスウォッチから奪い取ったものです。ダースモール率いるデスウォッチから逃れたポカターン・クライズがその様子をそっと見守ります。そしてサティーン・クライズの救出に大活躍と言いたいところですが大失敗に終わります。それもこれもダースモールの仕組んだ罠だったからです。ダースモールに捕らえられたオビワン・ケノービの前でサティーン・クライズは殺されてしまいます。失意の中のオビワン・ケノービは牢獄に連行されていきます。そこへポカターン・クライズが救出に現れます。ジェットパックを初めて使うオビワン・ケノービに脱出を手助けします。追っ手に追われながらもオビワン・ケノービは脱出に成功します。これからも続くダースモールの支配にやがてスター・ウォーズエピソード3の裏で起きていた物語へと続きます。アソーカ・タノとポカターン・クライズとの出会いのきっかけになる物語はクローンウォーズエピソード7へと続きます。オビワン・ケノービの魅力が伝わったという方はチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。リクエストやコメントなどもお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。フォースと共にあらんことを。